バンバババンバアッバッバッバババンババンバンバアッバノノババンババンバンバアッバビバビバババンババンバハービバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるラジオを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのがぐーちゃん。かつお節加えてんな。グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。はい。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。どうしたかな？トイレはい。2個あるあるトイレはいでございますな。はい。1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。Justice いなくなったな、猫。はい。誰もいない。Justice たまちゃん、こたつの中のたまちゃん。Justice 今日も塩入りのシャリ、左右でございます。今日はいい感じの最後な。たまちゃんは全然こたつから出てこないな。もうさ、寒くなくなったんでさ、こたつの中ににゃんこになるね。でさっきさ、あそこにぐーちゃんとゆりたんがね、団子になってたのが可愛かったんでさ、こっちにあったんだけど、それ引っ張り出してきてさ、見える位置に移動したんだけど、まあ、このカリカリタイムがあるからな、すっかり崩壊してしまったな。またあそこに戻ってきて団子になってくれるといいんだけどな。てんたまさん、大阪、お疲れ、ジャスティス。ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。たのこさん、こんばんは、ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、たのこさん、お久しぶりです。はい、皆様、お久しぶりでございます。昨日はまあ体力はね、思ったほど消費してないような、まあ気はしてたんだけど、眠くてね、
やっぱりね、バスの中でね、あんま寝れないんだよね。自分では全然寝てない気がするけど、まあね、それよりはもしかしたら寝てんのかもしれないんだけどな。でも自分の中ではなんかね、全くもって寝れてない感があるんだよね。なのでなんかもうね、全然もう眠くて眠くてっていう感じで。で、昨日、昼寝もしたのかな。昼寝かな朝寝かなわかんないけど。時間の感覚がわかんないから。ね、ひたすら、とにかく家の中片付けて、このおしっこ、うんち、ゲロ、いろいろな、片付けて、で、洗濯して、で、自分の荷物も片付けて、で、一通り済んだところでな、でさ、またさ、乗っ取り被害な、未だに受け続けてるわけよ、今日もさ。今日も引き続きな、乗っ取り被害を受け続けてんだけどもさ、そんなできる作業も全部さ、やって、で、とりあえず寝て、みたいなね。で、一旦起きて、で、なんかする気にはならないから、いや、映画見ようと思って、映画見て、で、寝た、みたいなね、感じの、昨日は一日だったんで、ちょっとライブはお休みさせていただきましてっていうね、いい感じでございましたな。たのこさん、てんたまさん、お久しぶりです。てんたまさん、バスで寝れてるようで、寝れてない感覚よくわかります。そうそうそうね。なんか、自分で思ってるよりは、もしかしたら他人が見たら寝てんのかもしれないんだけど、なんか自分の中じゃ全く寝てない感があるんだよね。カニタさん、ジャスティス、ありがとうございます。お帰りなさい。そうだよな。無事に帰ってこれてよかったよな。今時はな、なんか何が起きてもおかしくないような世の中だからな。そんな中で無事に帰ってこれたことがね、ありがたいよな。ピアノさん、サコッシュって何そう、私もさ、何調べたよね。だから、ここのさ、にゃんこのグッズをさ、商品でさ、紐付けて販売してるやつあるじゃん。それの商品にさ、サコッシュっていうのがあって、だいたい普通に出てこないわけよね。だから、なんだろう。その商品をね、並べたいなと思っても、その商品名がわからなくてさ、っていうので、一個サコッシュっていうのがあって、なんだサコッシュっていうのでさ、調べたよね、とうとうね。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。で、サコッシュっていうのは、受け止めました。やっぱりするんだったな。振りかなと思ったんだけどさ。そういえば、尾道美術館のさ、ケンちゃんな、ケンちゃん VS 警備員さん。なんか、ケンちゃん買ったらしいじゃん。そうなんだと思って、とうとう猫が飼ったんだっていうのでね、ちょっと嬉しいよっていうね、ニュースをさっき見ました。ねうちもにゃんこに負け続けてるけどな、私はな、ゆりさんに負け続けてるけれども、今は私が勝利と言っていいんだろうか、これは。受け止めることができましたよ。てんたまさゆりさん、はい。今は大丈夫でした。でさ、講習って何だろうと思って調べたら、街のない、ポシェットのこと、街ありの、肩から下げるさ、カバンっていうのかな、を、ポシェットっていうんだけど、街なしのね、ぺったんこの状態の袋の、肩からね、斜め掛けするものをサコッシュっていうらしいんだわ。で、それがさ、なんだろうなと思ったら、最近スマホだけあれば大体十分なんでさ、スマホだけ入れられる、ケースが欲しいっていうのでさ、流行ってるみたいなんだけど、それのことをどうやらサコッシュっていうらしいんだよね。いや、そうなのかと思って。だからスマホを入れるケースのことをサコッシュっていうのかなと思ったら、街なしのそのね、必要最低限のものだけを入れる、小さめの袋のことをサコッシュっていうんだってさ。で、もともとはそのサコッシュっていうのは、
なんだっけ、マラソンで走る人に渡す、なんか必要最低限のものだけが入っている袋、それをなんかサコッシュって言ってたらしいんだよね。で、なんかまあ、それみたいなもんなんで、なんかそうやって言われてるらしいよっていうのをね、最近やっと調べたんで、ようやく覚えたのでね、で、ちょっと使ってみてよって感じ。そう。だからさ、もう質問が全く思いつかないし、で、時々ね、質問思いつかないときにさ、参考にしてるさ、二択の質問な、全然参考にならないんだよね。もう何それっていう質問ばっかりでさ、だからそこも多分ネタ切れなんだと思うんだよね。もう無理やり捻出して二択の質問にしてるんだろうけどさ、もう何なのその質問、二択になんのそれみたいなね、どっちでもないんだけどっていうね、なんかそんな感じでね、全く、なんだ、参考にならないので、自分の中から捻出してね、絞り出した質問でございまして。何の話すればいいの？今日はね、農協がね、苗ね、野菜の苗を移すじゃなくて、売ってる、なんか販売する日だったんだよね。ただ今までもさ、買っててさ、で、全種類おそらくもう買ったんじゃないのかなって思うんだよね。で、おそらく多分全種類買って全部ね、成功した試しがないわけよ、一個もさ。だからもうなんか何も買う気が起きず。で、まあね、強いて言えば、去年買った、キュウリが今までの中でもしかしたら一番成功したんじゃないかって思われる感じなんだよね。で、いやー、あれで成功だとさ、もう全然元取れねえやと思って。ちょっともう嫌になっちゃってね。で、まあ今日歯医者行く予定があったんです。歯医者行った後ね、まだなんか残り物の苗で、ちょっと買う気が起きるようなものがあれば、なんか買うかなって思ったけど、全部見たけど、やっぱりね、今まで買ったなって思うもんばっかりでさ。で、いつもはもうね、売り切れちゃうのにさ、みんな残ってることなんかほぼないのにさ、なんか今日全種類結構残ってる感じで、もしかしてみんな同じみんな、みんなもしかしてもうね、やる気しねえかな、みたいなね、感じで、なんだっけ、最初は、トマト、ナスは去年、一昨年ぐらいだったかな。最初なんだっけな、オクラかな。オクラと、まあなんか買ってると思うんだけど、オクラ失敗しただろう。ピーマンかな、最初って。で、売れ残りだったんで、最初はゲットできなくて。で、売れ残りだったんだけど、なんかオクラは一回花が咲いて終わっただろうっていう感じ。で、ピーマンはやたら枝葉はね、でかくなるんだけど、実はなんか大してみたいな感じでつまんねえなっていう感じだったんだよね。で、次、ナストマト行ったかな。けども、結局全然できなくて終了したんだろう。案の定、みたいなね、感じで。で、去年がキュウリとうとう、手出したのかな。キュウリとうとう手出したんだけど、まあ、大してできずに終わっちまった感じだったんでね。で、あれがシシトウか。シシトウも去年だったっけね。なんかシシトウと唐辛子も去年は買ったんだったっけね。去年はいろいろじゃあ買ったってことだな。で、まあね、ちょこっとはできたけど、なんかお腹がいっぱいになって、なんか、苗買って育てて得したっていうね、なんかそういう、なんだ、気にはならなかったので、なんか普通にスーパーでできたの買って方が安かったじゃん、みたいなさ。なんかそんな感じだったんでね、なんかもう今年はいいやと思って、まだ明日以降もね、残ってて、なんかね、買う気になったら買うかもしれないけど、みたいな感じでね、今日は農協で何も買わなかったよ。ねえ、みちーさん、皆さんこんばんは、ボンソワ。やっと連休だよ。そうなんだね。藤子さんはどこか行くんですか？連休には出かけないよ。
てんたまさん、みっちーさん、こんばんは。かにたんさん、みっちーさん、こんばんは。てんたまさん。大阪でのお話は、動画公開までシークレットですか？別にそういうわけではない。全然そういうわけではない。ただ、あんまりネタがない。あんまネタない。雨降ってたからみたいなね。そんな感じ。てんたまさん、ゆりさん来たね。今度はちょっと甘えモードだったみたいだね。だからさっきさ、ゆりたんお風呂に入れてあげたわけよね。だからもうすっかり私のことを嫌っちゃってさ。で、ぐーちゃんにひっついてあそこにさ、いたわけよね。で、それはそれで可愛らしかったんでさ。ね。で、まあ、ひっついてればあったかいだろうからね。ね、お尻濡れてるから寒いだろうからさ、暖かくしてくれた方がね、いいんでね、そうやっていてくれればいいんだけどと思ったんだけど、なんか私に甘えてきた。すぐ忘れてくれるのは、それはそれでありがたいかなっていう感じだな。毎日同じことの繰り返しだけど、ごめんよ、ゆりたんな。で、大阪の話。大阪だからさ、そう、天気予報を見たらさ、ね、見事にさ、その私が出かける3日間はさ、まあ雨っていうか、帰ってくる木曜日は晴れの予報でさ、ね、で、一番ね、観光しようと思ってた24日が雨の予報でさ、ただ、雨がこう、下からこう登ってくる感じだったんだよね。で、私が、上から下に行く移動をする感じだから、こういう感じだったんで、ギリね、不幸中のね、幸いというか、ね、ギリ、もしかしたらね、雨には降られず、過ごすことができるかもしれないっていう感じだったんで。で、最初ね、夜出かけて、ね、大阪着くまで。で、大阪着いても、まだ雨降ってなかったんで、で、よかったと思って、まあ途中パーキングとかで休憩するんだけど、その時はね、土砂降りの場所とかもまあ、あったんだよね。で、雨降ってるよとかって思ったんだけど、結局、大阪に着いたら雨降ってなかったんで、あ、よかったなんていうふうに思ってさ。で、このままずっとね、晴れてくれればいいんだけどな、なんていうふうに思って。んで、着いてから結局淡路島に、雨かもしれないと思ったからね、大阪の観光はちょっと無理かもと思ったんで、淡路島の、高速バス予約して行ったんだよね。だからすぐ高速バスの時間だったんで、移動して、で、高速バスに乗って、で、淡路島行って、で、ただ滞在時間がね、短いわけよ。本数が少ないからさ。だから次のバスにしちゃうと、東京に帰ってこれなくなっちゃうから、そうすると滞在時間短いんだけど、ね、次のバスで帰らなきゃいけないっていう感じでね。んで、まあ、滞在時間短いのに、往復の交通費かけてさ、行ったわけよね。まあ、でも行ってよかったよ。淡路は、まあ、晴れてたというか、雨降られずに済んだんでね。で、海にもね、だから雨降ってたら海も本当は入りたいけどさ、無理かもしれないと思ったんだけど、結局海も入ってきたからね。海入ってきたからね。もうこれで、なんだ、目標達成したからもういいや、みたいな感じでね、いて、で、帰ってきたじゃんか。で、帰ってきたらもうね、ほんとね、帰りのバスに乗ってすぐぐらいかな。だから淡路で、うろうろしてる間は降られず済んだわけよ。ところがバスに乗ってからもう大雨ね。嘘だろだってね、もうだんだん天気回復してくるっていう予報だったのに、なんで予報違うじゃんと思って。でね、もう雨降ってるし、ただまあ大阪行ってこれね、晴れてくれればいいけどねって思ったらさ、もう全然ダメね。もうね、すっかり土砂降り。もうね、しっかり土砂降り。だから本当は大阪帰ってきてから結局淡路に滞在してる時間が短かったから、大阪帰ってきてからも3時間ぐらい時間ある予定だったんだよね。予定だったんだけど、ただ帰りのバスがちょっと渋滞して少し到着遅れたっていうのもあるんだけどさ、もうすっ
かりと土砂降りだったんで、最後さすがにね、大阪で本場のたこ焼きを食べて閉めて、で、帰る予定だったんだけど、もうそのね、たこ焼き屋さんを探すっていうもう気力が湧かない。土砂降りでな。いや、これはちょっと嫌だと。だから帰りのバスに結局またさ、ほら、12時間 ?12 時間ではないのか、帰りは。ちょっと短いんで、まあ10時間程度乗るんだけどさ。いや、もうここでさ、びっちょびちょのぐっちょぐちょになっちゃって、でね、寝れないバスの中で10時間過ごすのは絶対嫌だと思って。それは絶対に嫌だと思ったんでね。だからちょっとしょうがないと思って、たこ焼き諦めてさ。ただまあね、その、駅ビルの中にないかなと思って、ただそこまで今ね、たこ焼き食べたいっていうモードじゃなかったんだよね。まあそれも手伝って。結局なくてね。で、時間もほら、深夜バスっていうの、夜行バスに乗るわけだから、そんな時間帯に、営業してる店がさ、もう今ほら、ね、なくて、さっさと終わっちゃうじゃん、店が。8時とかで終わっちゃうじゃんか。だからね、やってないわけよ。店はやってないし、雨降ってるからあんまり外で歩きたくないしっていうのでね、結局何も大阪では食することができず、ダメだこりゃっていうのでね、敗北宣言して帰ってきましたっていうね、お話ほら、終わっちゃったよみたいなね、感じだよ。てんたまさん、雨の谷間に滑り込んだ。そうそうそう。これうまい具合いけばさ、上手に帰ってこれっかもよと思って。だから一応荷物はほとんど雨具だったわけよね。だから、なんだっけ、カッパと、あと、なんだっけ、折りたたみ傘。ただ、晴れると見込んで、レインブーツは履いていかないで行ったわけよね。普通の靴を履いてったわけよ。レインブーツにしちゃうと、歩くのにね、足がすぐ痛くなっちゃうんで、しんどいんだよね。そうするとあんまり、うろちょろできなくなっちゃうんで、ね、だから雨が降らなかった場合にレインブーツ履いてっちゃうとさ、きついわけよね。だからもうこれは雨は降らないとかけて、で、靴だけ普通の靴をね、履いてったんで。そしたらうまい具合にね、回れたんで、淡路は回れたんでよかったんだけど、大阪はちょっとこの靴ではうろつきたくないわっていうのがあってね、ちょっと諦めたよ、たこ焼きっていうね、感じだったよ。ぴょんさん、よその子とオクラは、育つの早いって思ってたら、あ、そうなのね。スピーチとスカートは短い方がいいって、言った某市長が叩かれてます。あ、そうなんだ。なんだっけ、静岡だかどっかの市長が叩かれてんだっけ。なんか知らないんだよ、そのニュースさ。何言ったのかなと思って。なんか叩かれてるらしいけど、スピーチとスカートは短い方がって言ってた人なのかな、それって。テンタムさん、なんと、淡路にそうなんですよ。淡路に行ってでもよかったよ。おかげで取れたからな。カニタンさん、テンタマさんのテリトリーですな。テンタマさん、カニタンさん、淡路は神戸や大阪に行くのに、通過するだけですよ。あ、そうなんだね。へえ、通過していくんだ。ね、てんたまさん、確かに気力は、湧きますまい、そうだろう。そうだろう。もうね、ちょっとそこは残念だったね。ぴょんさん、バスを待つ間に涙を、ふわ見てくれ。てんたまさん、ぴょんさん、それ渋すぎ。へえ、へえ、平、浩二とか誰も知りますまい。ぴょんさん、てんたまさん、ありがとうな。ここに集まってる人たち、すごいな。話通じるもんな。
で、あとなんだっけ何の話あ、淡路行かないんだっけか。どうした言ったんだ。で、まあ、あんまり調べてないっていうのかな。で、行ったんでさ、どこに行っていいかわかんなかったんだけどさ、まあ、そのバスの行き先で、あんまりバスの料金がなんか変わらないというか、下調べ最初した感じだと片道1200、300円ぐらいの金額でなんか行けるみたいな感じで書かれてたから、ああ、じゃあまあ行ってみようかなみたいな感じでいたんだけど、実際自分がバス予約してみようかなっていうふうに思ったら、全然そんな金額でいかないんだよ。まあそうだよね。時代がね、もうね、この値上がりのね、スピードが速すぎるからさ、まあそうだろうな、なんて思って、まあしゃあないと思ってな、まあこれ以上高くなる前に言っといた方がいいだろうっていう思いもあって、もう思い切ってな、行ったっていう感じ。そうそう、だから念願の淡路島にね、行けたから、もういいやっていう、もういいや、みたいなね。今年のやるべきことは全部達成したみたいな。まあそんな気分でいるよ、みたいなね、感じ。で、淡路行くのに、なんだっけな、二次元の森っていうのがあるらしいんだよね。で、まあ、二次元なんで、アニメの、まあ、聖地だかなんだかわかんないけど、そんな感じっぽいんだよね。なので、若者はみんなね、どうやらそこに行くみたいなんだよね。なんか外人さんとかもそこに行ってるっぽかったかな。あと、子連れの人とかがだから結構みんなそこで降りてたかなっていう感じなんだよね。なんか淡路のインターチェンジとその二次元の森っていうところと、で、あとは私が行ったバスセンター、高速バスセンターだったかながあって、洲本バスセンターだったっけ終点なんだっけながあって、で、それの終点までに行ったんだよね。で、ね、だからみんな、なんだろう、その二次元の森で降りちゃうから、あれ、選択間違ったかな。ここで降りるべきだったのかな、なんて思いながらね。で、そこには観覧車があるわけね。観覧車あるよと思ってね。結構ね、都会というか、なんて言うんだろうな。あんまりね、古びた感じがしないっていうか、まあ多分、計画してんだろうね。リゾートっていうか、なんだろうな。まあ外国の人がもしかしたら買ってね、なんかしてるのかもしれないけど、そのビーチとかもさ、なんかおしゃれな感じとにかくなんだろう、おしゃれな感じで、なんだろう、中華街に似てるのなと思ったわけよね。まあ、私が行ったところだけしかわかんないけどさ、他のところがどうだかっていうのはわかんないんだけど、私が行った洲本バスセンターっていうところのね、周辺をうろつこうと思ったんだけど、赤レンガみたいなところがあるわけよ。で、本当赤レンガみたいにおしゃれな、なんか施設になってんだよね。でね、だから売ってるものもさ、まあ、淡路島なんでね、魚介の新鮮なものでも食べれるのかと思いきや、全然そんなことなくてさ。全然そんなことなくて、肉と乳製品みたいな感じだったんで、ああ、ダメだこれ、私が食べられるもん何もねえや、みたいな、そんな感じだったんだよね。ただまあ、ちょいちょいお腹が空いちゃなんか食べ、お腹が空いちゃなんか食べしてたんでね、なんかそんなにがっつり食べたいっていう感じじゃなかったんで、まあよかったんだけどさ、って感じなんだけど、全然食べられるもんねえじゃねえかっていう感じだったんだよね。全然淡路島に来たなっていう、なんか、感動がねえみたいなね。そんな感じだった。で、あそこが、そのドラゴンクエストを作った人の、なんだ、地元かならしいんだよね。それで、なんかドラクエっぽくなってるんだよね。ドラクエやったことがないので、全然わからないので、
またそこでも感動も何もなく、感動も何もなくな。で、どうもね、洲本温泉っていうのがあるから、温泉あるのかと思ってさ、温泉あるなら温泉入りたいな。ただ時間が短いからどうかな。まあ、近場に入れるところがあれば入りたいななんていうふうに思ってたんだけど、調べた挙句、結局ね、なんか日帰り温泉か。日帰り温泉対応してるところがないらしいんだよね。だから結局、なんか、洲本温泉って言うけども、宿泊しないと入れないらしいので、なんか楽しめないなっていう感じだったんだけど、ただね、足湯があったんだよね。で、足湯あるなと思って、で、なんか事前に調べた情報だと、なんかもうどうもやってなさそう。もうやってなさそうみたいな感じだったんで、ああ、ダメなのかな、やってないのかなと思って、ね、やってたらいいんだけどな、なんて思いながら、まあ、歩ける範囲で行けたんでね、行ってみたんだよね。そしたらね、ちゃんとやってて、で、おお、よかった。温泉やってたと思ってね。だから足湯は入れたんだよ。だからよかったと思ってね、洲本温泉も体験できてよかったよと思ってな。で、その頃になると結構暑くなってたんだよね。結構暑くなってきてたんで、だから足湯もそんなにね、なんか暑くてなかなか、なんか、そこでのんびりっていうわけにもっていう感じだったんでね、まだ時間があるんで、でね、海ね、近くで行けるとこあるかなと思ったら、もう目の前がビーチだったわけよね。で、なんだ、行けるじゃないか。全部行けるじゃないかと思ってね。もう時間短いけどね、行こうと思って。で、海行って、で、まだね、海入るにはちょっと肌寒い感じだったんで、今日の感じだとね、なんか暖かかったみたいだけどさ、なんかうちにいるとわかんないけど、なんかどうやら今日暖かかったらしいじゃんか。ね、そんな感じだったら海も別にさ、気持ちいいと言えば気持ちよかったかもしれないけどさ、なんかまだね、私が行った時はね、ちょっと肌寒い感じだったわけよね。なんか海っていう気分ではないけども、まあね、もう一生ここには来ないかもしれない可能性の方が高いからね、と思って。で、いとけと思ってさ。海一応足ちょっとつけてみたけど、冷たい。冷たいみたいな感じでね、楽しんでまいりましたっていうね。洲本話だったら多少なんとかなった。みたいなね、これで全部かなっていう感じかな。ーっと、よかったですね。ピョンさん、若い希望も好意もある。ビルの街から山の手へ。ピョンさん、高温の制服身につけて、私は東京のバスガール。古すぎて誰も知らないか。天玉さん、ピョンさんの懐かしのお歌が始まったとよ。洲本といえばドラクエより、ポートピア連続殺人事件。そうなのか。カニタンさん、全然知らんちゃけど、みんな地元の言葉で喋り始めた。かな。違うのかなわかんないけど。いいよ、いい感じだぜ。で、あと、そうだから昨日帰ってきてからさ、映画見たじゃんか。映画見てな。で、今日もまださ、歯医者行く予定があったんでさ、歯医者行く日って何も手つかないの、私。何も手つかないんだよね。歯医者終わるまで何も手つかないんで、だから今日もちょっとね、その動画を編集する気力はね、なかったので、今日もいや、連続して映画見ようと思ってさ、今日もさっき映画見てたよって感じ。で、しかもさ、なりすましにな、なりすましアタックをさ、食らい続けていくからさ、もう今日もひどいよ。もう何なのよと思って。だからまあ、大会できるところはもうね、大会して、で、大会できないところはどうすっかみたいな感じでね、
なんか戦い続けてる感じなんだよね、未だにね。でさ、もうペアーズとかさ、なんか登録されて、もうさ、あんたが登録したいだけじゃんかと思ってさ、私はこんなの登録してないぞっていうのさ、登録されたり、もうやったらめったら LINE ミュージックをさ、何回も何回も登録してくるわけよね。もう何回も何回も解除してるけどさ、みたいな。あと、なんだ、TikTok か。TikTok も何回も何回もさ、登録してくるわけよ。もう何回もそのたんびに解除してるけどさ。もうなんなのよっていう感じなのね。もうそんなアタックにね、今、また、なんだ、会い続けてる感じでございますよ。それと同時にね、この動画、LINE もね、バットボタン押されまくりでさ、もうなんなのよってね、アタックを食らい続けてるんで、もう何もする気にならないんでね、昨日、今日と映画見てましたよって感じな。ただまあ、映画のさ、ネタバレするとさ、もうバットボタンすごいんだ。だからせっかく映画見たけど、英語の話するのどうしようかな、みたいなね、感じでございます。そうそうね。だから、洲本なのかわかんないけど、淡路島は結構ね、その映画の舞台になってるのが多いっぽいよな。なんかこの前も8月のセミとかって教えてくれてたけど、なんかいろいろあるみたいだもんね。だからあれが二次元の森のところにその情報はあったのかもしれないな。ぴょんさん、沢木ふみえ。じゃあタロットカードタイムでもいくか。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。てんたまさん、ふみえ、お前は逃げろって。逃げろってさ、で、なんだったっけな。オクラ、よそのことオクラな。そう、それ、よそのことオクラは育つの早いって言うんだ。それは知らなかったな。なんかよその子は育つの早いっていう風に言ってるのをね、聞いたことがあって、あ、そういうもんなんだなと思って、自分はほら子供持ったことないからさ、全然そんなことを思ったことなかったけどさ、もう死んじゃった友達が言ってたんだよね。で、あ、そんなもんなのかねなんてさ、思ってたんだけど、だからその言葉を聞いたらね、なんかそんな出来事を思い出したなっていう感じ。だから自分と同じぐらいのさ、よその子もさ、同じぐらいの年代の子供たちがさ、いる感じなんだけど、よその子はやっぱりね、大きくなるのがね、早く感じるらしいんだよね。そんなもんかねって思ったのを、思い出したよ。で、あとはね、なんかまたケロベロスの動画とか、なんか今日やたら短い動物ものの動画をね、なんかちょこちょこ見たかなっていう感じなんだよね。で、ケロベロス。ケロベロスがもう本当にサムネだけで笑っちゃうんだよねって感じなんだけどさ、柴犬っていうの柴犬がね、3匹ね、頭をさ、揃えてこっちを見てるわけよね。で、まあ、最初は、なんだ、左下ぐらいにケロベロスがいて、で、次のサムネではさ、ちょっと上ぐらいのところにさ、ケロベロスいたんだけど、今日いたケロベロスはさ、雪の日だったらしいんだけどさ、そこに頭だけ出てる。ケロベロスのさ、もうサムネでもう笑っちゃってな。出たケロベロスと思って。ちょっと今日はそれ見てやってね。感じ。ぴょんさん。発射オーライ。
明るく、明るく、走るのよ、ストップ。ストップ言ってた。ごめんなさい。スルーしてた。ケンタマさん、ポートピアストップありがとうございます。ポートピア、なんだっけ、連続殺人事件。連続殺人事件ってなんだろう、ドラマかなんかがあったのかな、有名な映画かなんかがあるのかな、違うのかな、普通に本当に連続殺人事件の事件があったことなのかな。はい。てなわけで皆様からストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。でいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。はい。カップを、見てね、納得がいかねえ、下せぬっていうカードだな。で、以降、もらってんじゃん。もらってんじゃんっていうな。納得いかねえっていうカードだな。カップの4。てんたまさん、堀裕二がドラクエを手掛ける前に制作したアドベンチャーゲーム。そうなんだ。ゲームなんだね。でも、同じ、場所が舞台になってるのが人気の場所なんだな。さすがあれだな。国生だから何でも生み出すのにちょうどいい感じの場所なのかね。カップ4つながんねえんだな。カップの4。はい。意味。ここは、これかな。カップ4の意味解釈。基本的な意味。カップのエレメントは水、愛情や感情。4は安定を意味する数字。大アルカナの4は肯定、自信や支配を表しますが、カップの4は支配が強めに出ています。思考に支配され考えすぎてしまう傾向があります。カードに書かれている人の表情を見てください。どこかすっきりしない様子が伺えますね。また、目の前に差し出されたものを手に取る様子もありません。これは感情の複雑さを表しています。現実を見ようとしないで、思考停止している状態。はいはいはい。わかった。カップの4は、今は一度立ち止まって何が本当に必要なのかを考える時期や状況であることを意味しています。占っているときこのカードが出たのであれば、何かが納得いっていない。幸せな状況になんとなく飽きてしまった。やきもきしている。カップの4は非常に微妙で繊細な気持ちを表すカード。誰がどのような状況なのかしっかり把握して占う必要があります。はい。正地で出た場合、キーワード、停滞、退屈、倦怠感、消極的。キーフレーズ、何もしたくない状況。前向きになれない。不安や心配事がある。カップの4が正地で出た場合、思考や感情が停滞し、自分の殻に閉じこもって動けなくなっている。虚無感や無気力に襲われ何をやっても面白くないと感じている。カードを見ると自分自身に目が向いているため、目の前にあるカップに気がついてません。これは周囲から差し伸べられている助けやアドバイスに気づいていないことを意味しています。自分の世界に閉じこもり、周囲に対して無関心になっているから、しかし決してそれが悪いわけではありません。長い人生の中では自分と向き合う時間が必要な時もあります。
今のあなたは自分の殻に閉じこもっていることでエネルギーを充電している。次の目標が見つかれば再び進み始めます。解釈例1。今は考えることも行動を起こすことも全部お休みしましょう。考えを求めないことで、新たな展開が見えてきます。解釈に一人の時間が必要です。周囲で何が起きようと、周りから何を期待されようと、あなたはあなたです。はい。感化されてきたことをここで一度リセットしましょう。はい。正位置で出た時の対策。変化を受け入れる。新しい刺激を怖がらない。人付き合いを大切にする。今のあなたはマイナス思考になりがち。まずは気分転換。何かに行き詰まった時、そのまま無理をして進もうとしても時間を浪費するだけ。また何もせず待っていても時間だけが過ぎてしまう。そんな時は一人で考え込まず誰かに相談する。変化や新しい刺激を怖がらず、他の道を検索してみる。新しい道がきっと見つかるはず。はい。政治恋愛、仕事、レベルアップ、深掘り。今までの内容を踏まえた上で、さらに解釈を広げて、なんかよくわかんないな。カップ4&4。まとめ。カップ4について紹介しました。ないものねだりカードと呼ばれています。日常生活に変化や刺激がなくても目の前にある幸せを大切にしましょう。自分で選択した道に満足できること、現状に感謝する気持ちを持つこと、より大きな喜びや幸せに変わっていきます。あなたの人生がさらに幸せに満ちたものになりますように。というわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は、ないものねだりのカードでございました。ね、今、この瞬間を大切にすることっていうメッセージだったのかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。ピヨンさん。堀井雄二絵に尽くすドラゴクエストだよ。ドラクエ1の復活の呪文。カニタンさん、ピヨンさんは復活の呪文を唱えた。ピヨンさん、カニタンさんは、ベギラマを唱えた。グフ、ベホイミ。ダマさん、まあ、いっぱい飲みなさいのカード。そうだな。4杯飲んで、まだまだ、あれだね。わんこそば状態。わんこそば状態でどんどん出てくるみたいなね。無限に出てくる的なね。そんなカードだったんでしょうかね。で、昨日と今日見た映画、昨日見た映画は、トゥルトゥルーマンショーだったかな。なんて言ったっけ。トゥルーマンショーだ。昨日見た映画がトゥルーマンショーで、今日見た映画が国家が破綻する日っていうね、韓国の映画だったね。なかなかどちらも面白かったですよ。で、昨日のトゥルーマンショーっていうのはさ、一人の主人公がいて、で、その人をね、街全体がセットなわけよ。で、全員が、エキストラなわけよね。で、一人のその主人公を街の人全員が騙してるっていうのかな。生まれた時から、カメラがね、で撮ってて、撮影されてて、ライブ映像されてるのね。ずっと、全世界になるのかな。ライブで、放送されてるわけよ。で、みんなかぶりつきでそれ見てるわけよね。で、本人だけはそのことを知らないわけ。
で、ずっと、あの、冒険者になりたいのかな。だからその街を本人はね、出たいと思ってんだけど、とにかくそのライブ放送しなきゃならないので、セットから出られると困るわけよね。そのセットの中の、もうありとあらゆるものにカメラを仕込んであって、でね、セットもさ、いろいろとさ、細工ができるようにさ、されてるから、そっから出られるとね、困るんで、そっから出ないように、なんとか、今までずっとやってきたわけよね。で、まあ、最終的にはね、自分は、カメラで撮られて、全員、ね、なんだっけ、エキストラだったんだっていうことに気づくわけよね。で、そこから出ることが、まあ、できるんだけどっていうね、映画なんだけどさ、いやーもうそんなさ、長いこといくつなのかわかんないけどさ、まあ結婚してる状態なんでね、大人になるまで、ずーっとライブ放送されてるわけよ。ね、気づかずで、それに気づいちゃった時のさ、絶望感とかさ、なんか考えたらさ、なんかもういいやーとかっていう風になるし、で、まあほら、技術的にはそういうこともさ、考えたらさ、できなかないわけだからさ、そう考えると、もしかしたらされてるかもしれないよねとも考えることもできるしさ、なんかそう思うと、いやーとかってなんかさ、考えちゃうね、映画だったなーっていうね。で、結局だからそうやって、何かしらにね、操作されて生きてるだけなのかもしれないよなーってね、なんかいろいろ考えることができちゃう映画だなっていうところがね、なかなか面白かったなっていうのと、で、今日は国家が破綻する日ね。国家が破綻する日、これは今の日本だ。これ今の日本だなと思って、やべえな、みたいなね、感じで、ね、見てましたという感じよ。韓国ので、なんか多分実際にあった話なのかなっていう感じなんだけど、あまり知らない話なんだけど、韓国が破産したのかなで、IMF っていうのが知らないんだけどさ、っていうのがあって、まあ世界の銀行さんみたいな感じなんだろうと思うんだけど、で、その韓国が、国家が破産しそうな時に、その IMF に頼るか、それとも破産宣告するか、みたいな、ところになって、で、もう国はやっぱりね、国民に真実は知らせないわけ。もう全然大丈夫、全然大丈夫って、ほら、今のコロナ騒動みたいなさ、そういう感じな。大丈夫だからみたいな感じで。で、いるんだけど、結局全然ダメでっていうのでね、でその IMF っていうのに頼らざるを得ないみたいなことになるんだけど、で、まあ、主人公っぽい感じの女性のさ、その、なんだろう、財務関係の人が、それは絶対に、やめた方がいいって言うんだけど、まあ、結局ね、国に、潰されるというか、全く金に持ってもらえず、その IMF っていうのにね、加盟っていうのかな、助けてもらうことにするんだよね。まあ、それで、それは韓国を救うことにはならず、売国みたいな感じになっちゃうわけよね。で、みんな苦しい思いをさせられて。で、まあ、時が経ってね、まあ、普通に見えるように、また生活をしてるんだけれども、まあね、歴史は繰り返すっていうのかな。同じことをね、繰り返してるよみたいな、映画の話でございましたね、今日見たのはね。と、呪文合戦や、けん玉さん、トゥルーマンズショー
トゥルーマンズじゃないね。一人だからね。一人なんで、トゥルーマンショーだったね。ジム・キャリー主演、メッセージが撤回されましたというわけで、竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げといていただけると私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったような方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。